最近はもやしスープに激ハマり、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの餌食い、餌どうやったらもっと食べるかなとか、どうやったら食べにくくなっちゃうのかなっていう話をしたいと思います。これどうしても外食が多くて、打ち合わせとか会食とかになると外食が多いんですよね。でそうするとなかなかヘビーな食事になることが多いので、家で食べるときはスーパーで豆付きもやしを買って煮干しとタラの干物で煮る、それを食べる。美味しい、めっちゃ味薄いんですけど、なんかそこでリセットしようと思ってます。もうちょっとドハマりしてますね。もやしマジうまい。だから会食の時と会食じゃない時のこの食費の高低差がね、もう藤山みたいになってます。もやしね、美味しいのに安いよね。はい、ボールパイソンはですね、まだお迎えしたことない、飼ったことないっていう人が抱く不安の一つに、餌が止まる、拒食をするって聞くんですけど大丈夫なんですかと質問をいただくことが結構多くて、で実際その拒食っていうご飯を食べないっていう機能を持ってるんですね。もう1年とか食べなくても生きていける燃費の良い生き物なので、実際にそういうふうに拒食になることはあるんですけど、なるべく拒食にさせないですくすくと大きく成長させたいなっていう場合に、こういうことをすると拒食しやすくなりますよとか、餌なんていらないっていう気になっちゃいますよっていうのをちょっとお話したいと思いますけど、それはね、ダントツ1位の理由はハンドリングしすぎ。ああ可愛いですねみたいな、うちの子うちのラムちゃん可愛いね、ツヤツヤだね、黒いところは黒くて明るいところは明るくて、君はどの国から来たんだい、なんて美しいんだみたいな感じでこうサワーみたいにやってると、やめろやみたいな、飯なんかいらねえよみたいになる。構いすぎるとね、もうだから心の中には中学校2年生の男子がいると思ってください。お母さんとかがね、なんとかちゃんみたいなやつ、うるせえみたいになるので、もう飯なんかいらねえとか、出てけよ俺の部屋からみたいになるので、触りすぎるとね、やっぱりストレスになるんですね。で不安にもなっちゃうので、ストレスとか不安を抱えるとボールパイソンってご飯食べなくなるんです。なんでかっていうと、消化に結構時間とエネルギーがかかるので、非常に安心できる場所じゃないとゆっくり食べ物を飲み込んで消化してっていうことができない。だったらもう食べないとこみたいになっちゃうので、安心しないと食べなくなっちゃうから、触りすぎると良くないですよと、似たような理由でお迎えして、引っ越しをした直後とか環境が変わった直後っていうのもなんか食べなくなったりすることがあります。じゃあどうやったら逆に餌食いは良くなるのか、よく食べてくれるようになるのかっていうお話をしたいと思いますけど、ボールパイソンは餌を認識するときに温度と匂いで判断するんですね。これ今ペロペロやってるでしょ。これペロペロやってるのは匂いの分子を舌の先にくっつけて、後ろのヤコブソン器官というところに吸着させて、これは餌だねとか、これは石だねとか、これはヘビ屋のヒロアキだねみたいなのを判断してるんですね。匂いの粒子をこうキャッチすることで餌があるかないかっていうのを認識していますっていうのがまず一つ。もう一つは温度。このピット器官っていう温度センサーみたいなのがあって、そこであったかいこんくらいの生き物がウニウニ動いているみたいになると、餌だね、餌かもしれないね、この合わせ技なんですね。あったかいものがウニウニ動いている、でそれはネズミの匂いがする、餌だガブーってなるわけです。このセンサーの感度を上げてあげる、センサーに引っかかりやすくしてあげると餌として認知しやすくなるし、餌食べようお腹減ったモード、部活帰りの中学2年生男子モードになるわけですね。でどうやってやるかっていうと、一つは温度高めに解凍する。これ冷凍ラットです。うちで作っている冷凍ラットなんですが、これをお湯で解凍します。でもその解凍温度を少し高くしてあげる。普段40度だったら50度にしてあげるとかすると、この温度はなんかあったかいのがいる、餌かもしれないっていうふうに認識しやすくなります。なのでちょっと温度高めにしてあげるといいかなと思います。あともう一つはですね、匂いを強くする。匂い強くするにはどうするかっていうと、濡らさないっていうことが大事で、だいたいこういう冷凍ラットって湯煎って言ってお湯につけて解凍するんですね。その方が早いから、このまま置いといても解凍はされるんですけど、ずっとこのまま置いとくとちゃんと解凍して食べれるようになるまでに、室温まで上がるのにどのぐらいかかるかな、3、4時間かかるんですよね。でそれは待ってられないから、40何度のにボーンってつけて5分とか10分とかで解凍してあげる。そうするとパッと揚げられるようになるわけです。でもね、お湯につけると匂いのこの元って出てっちゃうんですね。お湯に溶け出ていっちゃうので匂いが減るから、なんか最近うちの子食べないな、
っていう場合とか、餌をしっかり毎回食べるようにしたいっていう場合はお湯で解凍しないで、時間はかかるんだけど、例えば夜とかに冷凍庫から冷蔵庫の方に移動しておいて解凍自体は済ませておく。それを餌をあげる 1,2 時間前に室温とかに戻してあげて、冷たい餌を食べるとお腹壊しちゃうから冷たくない状態にしてあげると匂いもしっかり残って食べやすくなるかなと思います。でさらにプラスアルファのテクニックとしては、餌をあげる前にドライヤーで表面の温度を温めてあげる。普通に常温解凍とかすると部屋の温度が26、7度ぐらいにしかならないじゃないですか。でもあったかければあったかいほど餌が良くなるっていうふうにさっきお話しした環境をどうやって実現するかっていうと、ドライヤーで表面温度を上げて5、60度にしてあっちんちんにしてあげる。かつお湯で解凍してないから匂いは抜け出てなくて、匂いのしっかり乗ったあっちんちんの餌ができるわけですね。だからそうやってやってあげると結構餌食い良くなったりします。じゃあうちではどうやってあげているかっていうと、逆にお湯の中にボーンってつけてびっしょびしょの状態にしてあげています。なんでかっていうと、お店だと食べる、お店だとなんかこう食べさせ方とか知ってるから、その食べやすい食べ方に慣れさせちゃうと、お迎えしていただいた後にこの子がね新しい家族を見つけてその家に行った時に食べさせやすいやり方に慣れていた場合食べなくなっちゃったりするんですよ。だからより過酷な環境で食べさせることで、どういうご家庭に行ってもどういうシチュエーションに行っても難なく食べるということを目指して、うちではねもうそんなあったかくないお湯に直接ドバーンってやってもうびっしゃびしゃの状態で食べさせています。それでもね食べる子はちゃんと食べるので、というか安心させればちゃんと食べるので問題はなし。まだ飼ったことのない方は本当に餌食べるのかなって不安もあると思いますけれども、なんかしっかり育てられるのかなっていう不安もあると思いますけれども大丈夫。もしどうしても食べないという場合は LINE とか DM とかお問い合わせいただいて、ちょっとうちの子食べないんだけど環境を教えてもらえますかとか、こういう環境なんだけどどう思いますかみたいなことをお話しいただいたら、じゃあこういうふうにしたらいいかもしれませんねっていうご相談に乗ることができますので、遠慮なくご連絡いただければと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビがこんなことをしたら餌食べにくくなっちゃうよということと、こういうふうにしてあげたら餌食べやすくなりますよっていうお話をしました。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のお試しサービスを行っております。ご希望の方はラット公式 LINE からお試しラット希望とメッセージをください。